皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。いつも私の動画をご視聴していただいているリスナーさんたちにお知らせです。ついに私にレビューしてほしい作品のリクエストページが完成いたしました。コミュニティではすでにお知らせしたんですが、動画でもお知らせしておきます。ウェブページの作成はラミーさんがやってくれました。ラミーさんよりお言葉です。デザイン性は全然ないけれど、必要最低限の機能はあるよ。最低限、作品名さえ書いてくれればリクエストすることができるようになってるよ。リクエストの一覧を見て、なさそうなものがあったら、どんどんリクエストしよう。あと、GitHub にこのウェブページのプログラムを公開しているよ。HTML のデザインができる人がいたら、改変してもらえるとすごく嬉しい。現状、リクエストされた作品を動画化しても、このページから閲覧することができないの。だから、そのアイデアが欲しいところだね。みんなたくさん使って、改善点とかアイデアとか、いろいろ教えてね。リクエストページと GitHub ですか？その URL は概要欄に貼っておきます。ぜひとも、私にまだまだ知らない世界をお教えください。それでは、レビューに移りましょう。本日ご紹介するタイトルはこちらです。異世界モンスターブリーダー、チートはあるけど、のんびり育成しています。です。作者は、柑橘ゆすら様です。以前に、この作者の作品について教えられたような気がしますね。作品を読んだ後に作者名を見て、そんなことを思い出しました。こういう作品が多いのかしら？この作者様は。まあ、ね。あらすじを言っていきましょう。これより、ネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックをしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、チートブリーダーのあらすじはこちらです。突然、異世界拉致され、天界に連れてこられた主人公、ソータ。拉致した張本人、美の女神、アフロディーテ、と共にお決まりのステータスを確認します。独特なステータス表記ではあるが、魔物使い、という職業がすでに決定されている世界観のようです。アフロディーテによると、魔物使いは外れ職業で、全く役に立たないお荷物職業だそうです。バカにされ、見下されるソータ。イラッとしたのか、モンスターボー、カプセルボールをアフロディーテに投げつけます。当然のごとく、魔物にしか適応されないボールが発動してアフロディーテをゲットします。そのまま異世界へレッツゴー。なぜ女神にボールが適応されゲットできたかというと、ソータの加護、絶対支配、という力で、どんな生物だろうと支配できちゃうようなんです。加護、というのは、歴史上の偉人のような限られた人間にしか付与されないらしいです。どうして異世界に拉致されたのか、異世界に来てから説明されました。もうじき復活する予定の魔王を討伐することです。異世界拉致あるあるですね。無事に討伐できたら、元の世界にスキルを持ったまま帰れるようなんです。スキルを持って帰れる？だったらハーレム作って元の世界でもウハウハしまくるぜ。ということで、やる気と色気を出して魔王討伐に励むソータの冒険が始まります。というあらすじです。端的に言って、捕獲対象を広げたポケモンです。一巻を読んだ感じ、物語として特にひねりのあるような部分も見受けられず、よくあるナロー系、という印象です。どうせ魔王が女の子なんでしょと邪推するくらいの、なんて言えばいいんでしょう。ああいう感じのナロー系です。私が思うテイマーとは違う方向に行っちゃいますね。ああ。オルトくんはものすごく可愛かったのに。それもこれも、神羅万象を支配できる、絶対支配、なんていう加護があるからです。どんな生物でも確実にモンスターボー、カプセルボールに入れることができるんです。魔王が現れても捕獲すればいいだけじゃん、というお話なんですよね。ボールが当たる距離まで近づければ、のお話ですけれど。続いて、ステータス表記についてなんですが、最初に表示された項目、50っぽいですね。最初見たとき、能力値って何？ざっくりしすぎじゃない？と思いましたが、
後で筋力値になってましたし、原書のウェブ小説を読むと、最初から筋力値と書いてありましたからね。なんでこんなミスしちゃったんでしょう？筋力と能力って間違いませんよね。間違えていたとしても、誰も気づかなかったの？愛がないですよね。そして、この作品に限った話じゃないんですけれど、筋力値みたいな筋肉を示す数値あるじゃないですか。数値が増えていくにもかかわらず、どうして筋肉がどんどんついていかないんでしょうか？だって、筋肉の力が増えていくんですよね。それってつまり筋肉量が増えるってことですよね。ゴリマッチョになっていないとおかしいと思うんです。ステータスというシステムがある世界では、いくら筋トレをしてゴリマッチョになったとしても、筋力値が5とかの低数値だったら、全くの見かけ倒しってことですよね。実際、ゴリマッチョの冒険者たちが、ひょろひょろな主人公たちを舐めてボコボコにされる演出は多々ありますからね。本来、その筋肉から得られるはずの力はどこに行ったの？と疑問が湧きますよね。それとも、筋繊維自体が増大するのではなく、鋼のように硬くなっていく、みたいな。理解ができません。安易にステータス表示を出すようなのって嫌なんですよね。きちんと設定が練られている上でのステータスだったらどんどん使っていいと思いますけれど、まだガバ表現がありまして、スキル、カプセルボールについて、説明はこんな感じなんです。ここを注目。刺激した魔物は主人に危害を加えることができなくなる。危害を加えることができなくなる、ですからね。思いっきり叩かれます。漫画的な表現かなと思いきや、原書でもしっかりと叩かれています。思いっきり危害加えられてるじゃないですか。速攻でガバ表現するのやめてもらえないでしょうか？何かスキルが発動しなかった正当な理由があるとか？そうでなかったら、作者自身で突拍子もなく、自ら作った設定を壊しに行くのってどういう考えなんですか？まだもう一つありますよ。ゴブリンを捕獲しつつ町に到着した時のシーン。街中にいるゴブリンやオーク、亀のステータスをナチュラルに覗き見すると、刺激中、と書かれていました。これは、誰かが魔物を操っているんですよね。さて、その能力は何なんでしょうね。それって、魔物使いの能力なんじゃないんでしょうか？原書にも詳しくは書いていませんでしたよ。書いていませんけれど、魔物を刺激できる能力を持っている人って魔物使いですよね。この魔物たち、めちゃくちゃ役に立っているんですよ。荷物や人を運んだり、建築をしたり。女神様、言いましたよね。全く役に立たないお荷物、って、全く役に立たないはずの能力がかなり便利なようですよ。この女神様何言ってるの？省いているだけで、戦闘では、という文言が入っているのかもしれません。作者の頭の中では理解できる流れなのかもしれませんが、それを描写してくれないとわかりませんから。戦闘についてのお話をしているシーンでもありませんでしたから。単純に、どんな場面でも役に立つことはできない職業、と認識しちゃいますよね。はあ。物語は単純明快。ハーレムを作りたい色気ムンムンな魔物使いの高校生が女の子と出会いまくる物語ですね。そういう作品がお好きな方であれば気に入るかもしれません。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。